お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、ヒトラー総統率いるナチスドイツの国防軍が開発した、フランス製の牽引車を改造した自走砲である、ロレーヌ15センチ自走砲を解説するんだが、ちょっとその前にお詫びだ。お詫び。前回アップしたカール自走球砲の解説動画で、カール自走球砲の手法の射程に関し、距離の単位を間違えており、3000メートルと記載すべき箇所を3000キロメートルと記載するなど、キロメートルとメートルとを間違えて記載しておりました。大変失礼いたしました。とてつもない長距離砲になったな。距離単位の違いのご指摘があったコメントの中でも、大陸間弾道ミサイルだというコメントと、ナチスならマジで作ろうとしそうだというコメントが個人的には秀逸と思いました。その感想はここではいらんのではないか。距離単位が間違っておりますが、それをご勘案の上で、秀逸な指摘コメントとともにご興味のある方は、カール自走球砲の URL を概要欄に貼っておきますのでご覧ください。このカール自走球砲、なぜか視聴回数は思いのほか順調です。引き続き当チャンネルをご覧いただけますと後人の至りです。というわけで、ロレーヌ15センチ自走砲の解説をしていくよ。今回は自走砲だな。以前にチェコ製の戦車をドイツ国防軍が接収したところ、意外と優秀だったので第二次世界大戦の序盤でも活躍した 38T 戦車の解説をしたが、その流れで言うと、今回はフランス製とも言える自走砲だ。ドイツ国防軍からしたらバリバリの敵ではないか。また接収なんだよ。ロレーヌ15センチ自走砲は、その名の通り、フランスのロレーヌ社が装甲車両の開発に乗り出したのが始まりだ。第一次世界大戦終結後の1930年代、フランス軍は、戦車軍の支援装甲車両として、弾薬補給を役割とする装甲車両の開発に乗り出していた。フランスに戦車部隊っていたの？電撃戦での敗北の関係であまり目立たない印象もあるんだが、戦車はしっかり持っていた。後年は大統領となるドゴールなんかは、フランス陸軍にあって機甲部隊の将来性にいち早く気づき、上層部と時には対立しながら機甲部隊の重要性を喧伝していたそうな。ドゴールの意見をフランス軍の上層部が真面目に聞いていたら、電撃戦の結果は変わっていたかもしれないね。1937年、ロレーヌ社はフランス軍の要請に応えて試作車両を製造した。もともとフランス軍では、早期式の軍用小型装甲トラクターであるルノー UE を使用していた。ルノー UE は、物資の運搬や小口径砲の牽引車として製造された車両だ。このルノー UE の代替車両を開発するようフランス軍から要請を受け、ロレーヌ社は、新型の補給牽引車の開発に着手し、試行錯誤を重ねた結果、製造された試作車こそが、ロレーヌ 37L だ。この動画はドイツ国防軍の自走砲の解説じゃなかったっけ？フランスで最初製造された時はね、自走砲じゃなくて、戦車に対する燃料などの補給用牽引車だったんだ。ロレーヌ 37L はフランス軍の戦車が所属する歩兵部隊及び騎兵部隊に順次配備され、仮想敵国であるナチスドイツの侵攻に備えた。ロレーヌ 37L は対独戦でフランス軍の補給活動に貢献したかな。数百両に及ぶロレーヌ 37L の存在は、戦車に対する燃料などの補給などで確かに貢献はしたんだが、いかんせんフランス軍の全ての戦車をカバーするほどの車両数を生産はできておらず、また、ロレーヌ 37L は武装が不十分だったので、ドイツ機甲部隊の奇襲に著しい損害を被るという事態も多発するという結果に終わった。フランスがナチスドイツに降伏したら、ロレーヌ 37L はどうなったの？さっき少し言及したが、ドイツ国防軍に接収された 38T 戦車の動画でも触れたが、ドイツ国防軍にとって、自国以外の国が製造した装甲車両を接収したり露獲したりするのは、その発展過程からして重要な手段だったんだ。なんで重要なの？そもそもドイツ国防軍は、エルサイユ条約体制下で戦車の開発や生産がドイツは禁止とされている制限のもと、連合国の監視の目をかいくぐりながら細々と開発や訓練を行っていたところに、ヒトラー総統率いるナチスが政権を獲得し、再軍備宣言を高らかと世界に宣言したことで、やっと大っぴらに戦車の開発や生産ができる状態になった。なので、第二次世界大戦が勃発した時点で、ドイツ国防軍は、
実戦に配備できる戦車の数が結構少なかったんだ。仕方なく、すごい初期に、訓練用とお試し生産用として開発した1号戦車や2号戦車を大量に実戦配備する手たらくだった。なので、ドイツ国防軍にとっては、他国の生産した優秀な装甲車両は是が非でも接収か露獲したいという事情があったわけだ。見切り発車だったかもしれないね、ヒトラーは。というわけで、ロレーヌ 37L はドイツ国防軍に接収され、早速ドイツ国防軍はその性能をテストした。しかし、ドイツ国防軍のテストによれば、ロレーヌ 37L の性能に関する評価は芳しくなかったんだ。仕方がないので、ナチスドイツは、ロレーヌ37を土木作業などに従事する重機として使用することもあったらしい。フランス軍が運用した装甲車両を土木作業に使うとは、機甲戦闘車両に対するドイツの自信を見るようだな。その自信が第二次世界大戦の中盤あたりから裏目に出るけどね。しかし、ドイツ国防軍としても、独ソ海戦などにより戦線が拡大し、装甲車両の需要がいよいよ上昇すると、そうも言ってられなくなったので、ドイツ国防軍は接収したロレーヌ 37L を、自走砲に改造して戦線に投入することにした。最近のこのチャンネルのアップ動画は突撃砲やら駆逐戦車やら自走砲やらが多く、違いが不明だ。自走砲というのは、定義としては、砲兵科などが運用する大砲を自走できる車体に搭載し射撃可能な状態にした兵器、という感じになると思うが、駆逐戦車や突撃砲にも火砲を搭載するので、どう違うのか議論にはなると思う。調べてみると、要するに自走砲というのは砲兵科に所属するから自走砲と称され、大日本帝国陸軍なんかでは同じ装甲車両でも砲兵科では自走砲、機甲科では砲戦車と呼称された例もあるらしく、要するに所属する部署によって呼称が異なるという説明になるのではないか。機甲戦での戦功の大きさから戦車将軍とも称された、ドイツ国防軍のグデイリアン将軍なんかは、装甲兵総監という要職に就いた際、砲兵科の運用する自走砲を装甲兵科の指揮下に入れようとして、砲兵科と激烈なバトルを繰り広げたという逸話もある、という解説をしてみたが、昔から自走砲、突撃砲、駆逐戦車の違いという論点ははっきりわからん部分もあるので、詳しい方がいたらコメント欄でご教示ください。さて、ドイツ国防軍のテストでは性能が低いと評価を受けたロレーヌ 37L だったが、しかし、評価が低いばかりではなく、自走砲に改造するにあたり、軍が非常に高く評価した点もあった。どんな点を高く評価したのかね。ロレーヌ 37L の車体構造だ。より具体的には、ロレーヌ 37L は中央部にエンジンを配置し、後部に物資や兵員を搭載して輸送できる構造になっていたので、自走砲として改造するために最も重要な装備である火砲につき、車体後部の箇所に簡単に搭載して設置できるという点が、ロレーヌ 37L をいろんな戦闘車両に生まれ変わらせる要因となった。要するに偶然にも火砲を追加で搭載しやすい構造だったんだね。ロレーヌ 37L を改造して製造された複数の自走砲の中に、本動画の主役である 15cm SFH131SF、アウフゲスチュエトズワゲンオッライネスクフェッペアが存在する。音声ソフトが微妙についていけてないぞ。略しすぎかもしれないが便宜上ロレーヌ 15cm 自走砲と呼称させてほしい。ロレーヌ 15cm 自走砲は、画像からもわかる通り、車体の後部に火砲が搭載され、同様に箱型の戦闘室も設置されている。めっちゃ頑張って戦闘室を広げて設置した感じがあるな。後ろに倒れそうだ。しかも、戦闘室には砲弾庫まで備え付けていたらしい。ロレーヌ 15cm 自走砲に搭載された火砲は、やや旧式のものだったので、射程は少々芳しくない側面もあったらしい。しかし、ロレーヌ 15cm 自走砲は、ヒトラー総統の構想では、ロンメル元帥率いる北アフリカの部隊に配備されることになっていたので、連合軍の攻撃をかいくぐりながら、北アフリカのドイツ国防軍部隊に輸送され、アフリカの大地で激戦を重ねた。また、ロレーヌ 15cm 自走砲の兄弟分とも言うべき、マルダー湾についても言及しておく必要があるだろう。マルダー湾は、ロレーヌ 15cm 自走砲と同様に、ロレーヌ 37L を改造して製造された、対戦車砲搭載型の自走砲だ。搭載された火砲は、
ドイツ国防軍御用達の対戦車砲である 7.5 センチペ AK40 だ。マルダーってパンターとかティガーみたいに何か意味があるの？点という意味らしい。急に可愛い画像が出てきたな。マルダー1はノルマンディー作戦を契機とする西部戦線の激戦地に投入されたが、むしろ後継機のマルダー2やマルダー3が有名かもしれないね。さて、以上の通り、ロレーヌ15センチ自走砲の解説をしてきたが、戦車や航空機を中心にした本チャンネルの機構情報5チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍や特別高等警察、ドイツ国防軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は機構情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。画像の動画は、大日本帝国陸軍が訓練中の雪山で世界最大級の山岳遭難事故を起こした歴史的事件、八甲田山雪中行軍遭難事件を解説した動画です。映画にもなった悲惨かつ大規模な遭難事件だな。雪山で遭難という極限下の状況で、部隊を指揮するリーダーの能力と決断力がいかに重要か、貴重な示唆を与えてくれる事件でもある。また、豪雪地帯に駐屯する部隊が豪雪に遭難した理由や、部隊が取った選択が最悪の結果を招く過程を、少し生々しいかもしれないが解説をしております。ここまで見てくれた人、ありがとう。機構情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。